侍チャンネルへようこそ。今回はですね、仮払い機を安全に使用するにはということで、ベテランの方にもですね、改めてですね、ご覧いただきたいんですけれども、特に初心者の方にはですね、ぜひ最後までご覧いただきたいなというふうに思います。そしてですね、注意すべきポイント。これね、もう上げ出したらですね、キリがないんですけれども、私もですね、数々のね、危険な思いをしてきたね、経験も踏まえまして、大きく分けてですね、7つポイントがあると思いますので、今回はその模様をご紹介したいと思います。さあ、まず一つ目はですね、作業に適した作業服と保護具ということで、作業服はですね、長袖長ズボンということで、肌を直接露出しないというのがね、大切ですね。そしてフェイスシールドとメガネ、そして帽子ですね。まあ状況によってね、ヘルメットもいいんですけれども、ヘルメットでね、フェイスシールドがついていますと、非常にね、高額になってしまいますので、このようなね、タイプのものを使うのがね、非常に具合がいいのかなというふうに思っています。そして手袋なんですけど、振動障害防止のために、防振手袋というのがありますので、このようにですね、手の内側に振動を吸収してくれるね、素材がね、入っていますので、夏場はですね、少し暑いんですけれども、このようにね、振動障害防止にはですね、非常に有効なね、手袋となっていますね。そしておしゃれは足元からということで、このホワイトブーツですね。長靴ではなくて、あえてブーツと呼んでいるのがね、ポイントなんですけれども、このブーツもですね、いろんなタイプがありますけれども、作芯が入っていればね、よりベストですね。そしてですね、状況によってはね、すね当てをつけるのもね、いいと思いますので、すね当てもですね、おすすめのアイテムとなります。そしてすね当てとかね、長靴の先芯ってこういうタイプのね、大ハンドルや I 型ハンドルを使っている場合には、チップ層の刃がですね、ダイレクトにね、足に行ってしまう可能性がありますので、背負い式も含めて、チップ層のですね、自由度が高いね、仮払い機をお使いの場合には、ぜひ先芯ですとか、すね当てをね、つけることをお勧めします。そしてこの肩掛けバンドもですね、万が一ですね、転倒とかした場合に、緊急離脱する必要がありますので、こうしたようにね、ワンタッチで外れる構造のもの、こういうタイプをですね、選んでおきたいですね。そしてですね、次に作業前には各部を点検すると、これがですね、意外とね、見落としがちなポイントなんですよね。まずはですね、やはりこのですね、仮刃。チップ層ですとか、ナイロンコードね、皆さん使われる方が多いと思うんですけれども、このですね、裏側についている締め付けボルトですね。この締め付けボルトが緩んでないかどうかね、これ確認するのがね、非常に大切ですね。万が一緩んでいますと、チップ層がですね、これガタガタになってね、最悪外れてね、どこかに飛んでいってしまうっていうこともね、考えられますので、このね、締め付けボルトの確認をですね、必ず行うようにしたいなというふうに思います。そしてですね、この飛散防護カバーですね、これをね、草が絡んでしまうといってね、つけてない方もいるんですけれども、私もですね、実はこれ少しですね、上にずらしています。これね、標準位置だとね、草がここにね、詰まってしまうんですよね。そんなこともありまして、少しずらしてはいるんですけれども、こちらね、飛散防護カバー、これもですね、安全対策では非常に重要なね、アイテムになりますので、こちらですね、欠けていたりですね、割れがないか、また変形がないかっていうのをですね、これ必ずね、点検するようにしましょう。それからですね、意外と見落としがちなのが、このチップ層のですね、チップの確認ですね。実はこれね、もう結構使い込んであるんですけれども、このようにですね、チップのね、欠けているところっていうのがあるんですよ。どうしても石ですとか、硬いものに当たってしまいますと、このようにね、チップが欠けてしまうんですよね。こうなりますと、チップ層のですね、切れ味も劣ってしまいますし、バランスがね、崩れてしまうんですよね。この欠けたところっていうのは、チップ層がですね、このように回転しますから、チップが欠けているところっていうのはね、軽くなってしまって、チップの欠けていないところ、こちら重くなってしまいますので、どうしてもですね、振動の出るね、原因となってしまうんですよね。そんなことでですね、振動対策っていうのもね、最近一つね、重要なポイントになってきていますので、安全対策も含めて、チップがですね、もう欠けていたらですね、交換するようにしたいですね。私はですね、もうチップがですね、2つから3つ欠けていたら、
もうこれ交換のポイントかなというふうに思っていますので、このね、チップの確認ですね。こちらの方もですね、しっかり行うようにしたいですね。そしてですね、こうしたですね、操作部ですとか、いろんな各部署ですね、こういったところ異常がないかどうかですね、しっかりとね、確認をするようにしたいですね。こういったエアフィルターですとかね、定期メンテナンスのところもあるんですけれども、日々確認すべきところっていうのもありますので、定期メンテナンスと毎日のね、使用前の確認、こちらをですね、分けて考えることもね、必要かなというふうに思っています。そして続きましてはですね、これからですね、草刈りをやろうというところの異物ですとか、例えば石ですとかね、水路があったりしますと、チップ層がですね、こういうところにね、石に当たってしまいますと大変危険ですので、こうしたですね、イボ竹ですとか、棒を立ててですね、ここは危険だよっていうところにね、目印をつけるのもね、大切かなというふうに思っています。もちろん石ですとか、異物ですね、こうしたものがですね、除去できればいいんですけれども、除去できない場合はですね、やはりですね、障害物があるよと、異物があるよという目印をね、つけておくことが大切かなというふうに思っています。で、様子の分かっているところはいいんですけれども、様子の分からないところ、初めて草刈りをやるような場所っていうのはですね、一度見れればいいんですけれども、慎重にね、草刈りを行うことがね、必要かなというふうに思っています。そしてですね、私がいつもね、ここをね、草刈りをしているところはね、水路があるんですよ。それですので、自らがですね、こうした水路に落ちて転倒してしまいますと、大きなね、怪我をしてしまう可能性がありますので、私はですね、このイボ竹っていうのを立ててね、ここが危険だよっていう目印をつける中でね、作業を行うようにしています。そして続いてはですね、やはりですね、複数人での作業をするときに、隣の方との距離、これね、やはり15メートルぐらいはですね、間隔を空けることが必要かなというふうに思っています。どうしてもですね、チップ層で石や何かを弾いてしまいますと、その跳ねた石がですね、他の作業をしている人に当たってしまう可能性がありますので、そうした飛散物による事故ですとか、また振り向いた際にですね、チップ層で他の方をね、傷つけてしまう場合がありますので、飛散物による事故ですとか、他の作業をしている方とのね、怪我を防ぐためにも、15メートルぐらいはですね、人を近づけないようにした方がいいかなというふうに思いますね。で、どうしてもですね、エンジン式の仮払い機をね、複数人で使ってしまいますと、音がですね、エンジン音でかき消されてしまいますので、少し余裕を持った距離を持つことがね、重要かなというふうに思っています。そしてですね、こうした京阪ですとか、傾斜地でのね、草刈りですね。ここで注意しなければならないのは、下方向に向かって刈り進まないと、下るようにしてね、上から下に向かってしまいますと、やはり足場が悪いので、滑ってね、下まで転がり落ちてしまうということもね、考えられますので、下に向かってはね、進まずに、必ず横方向に刈り進むようにしましょう。このような場所ですとね、実はですね、ここにですね、川がありますので、ここで草刈りをしてもね、転倒してしまいますと、この下の川の中にですね、落ちて大怪我をする可能性もありますので、やはりですね、こうした京阪ですとか、斜面の草刈りの場合にはですね、必ずですね、横方向に進むようにしましょう。で、刈り上げたりですね、刈り下ろしたりする場合があるんですけれども、私の以前の動画でもですね、この辺のところは紹介していますので、またご覧いただければなというふうに思います。そして続きましてはですね、刈り場の位置っていうのはですね、安全に切断できる部分で作業をしなければならないと。で、もちろんですね、これもね、円形状のね、チップ層ですから、正直言ってどこででも刈れるんですけれども、この刈り払い機っていうのはですね、この右側から左にですね、この刈り場をですね、こう振ることによって草を刈っていきますので、このね、刈れる場所というのがですね、実はもう決まっています。ここで言いますと、このですね、正面から、この3分の1ですね。実はですね、ここからここまでの部分ですね。ここで刈るのがね、適正な位置なんですよ。で、安全に刈れるポイントが、ここだということをですね、十分認識して使っていただきたいんですけれども、一番気をつけなきゃならないのが、キックバックと言われる問題ですね。この中心からここまで。実はね、ここからここまでっていうのは、このチップ層っていうのはですね、こういう風に回転しますから、実はここに当たった時にですね、
何か障害物にここが当たってしまいますと、チップ層がこういう風に回転していますので、キックバックと言われてね、一気にこの狩り場がですね、右側にブンと振られてしまうというね、状況が発生します。で、すごい力でですね、このキックバックっていうのは、ブンとですね、右側に持っていかれますので、万が一ですね、こちら側に人がいたりですとか、また自分にもですね、かなり大きな負担がきますので、大きな事故につながる可能性がありますので、ここにはですね、絶対に当てないようにしましょう。それですので、いわゆる往復狩りですね。こちらから買うのはいいんですけれども、この部分で安全にこの部分で刈り取りを行う。そしてですね、今度こちら側に持ってくるときに、実はこの部分で草を刈ってしまいますと、何か障害物ですね、木ですとか石があったときに、ここに当たって、このチップ層ですね、もうエンジンパワーで回っていますから、ここでですね、ここでグインと、非常に大きな力が働いてですね、キックバックが起こってしまうという問題がありますので、ここはですね、絶対に使わないというようにしましょう。あくまで安全に草刈りを行うには、この部分ですね、この正面から、この約ね、3分の1の部分、この部分でですね、草を刈るようにしましょう。そしてどうしてもね、障害物があるようなところでですね、草を刈る場合にはこのようなですね、ナイロンコードをね、使って草刈りを行うことがね、大切かなというふうに考えていますので、使う場所によってですね、このような刈り場もですね、ナイロンコードですとかをね、選んでいただけると安全に作業ができるのかなというふうに思います。そしてですね、このチップ層のね、周りですとか、この防護カバーのところに草がね、巻きついた時には、必ずですね、エンジンを止めてから草を取り除くようにしましょう。そしてですね、このチップ層ですとか、この防護カバーのあたりですね。私ですね、ここにですね、つまらん草をつけてるんですけれども、ここにですね、草が巻きついた時にはですね、必ずですね、このエンジンストップスイッチですね。こちらを操作しまして、エンジンを止めてから草を取り除くようにしましょう。そしてですね、これね、エンジンがね、かかっていても、チップ層が止まってるからね、大丈夫だろうということで、絶対にですね、ここはね、触れないようにした方がいいですね。遠心クラッチでですね、これ駆動していますので、万が一ですね、何かの拍子にですね、そのクラッチがね、繋がってしまうということもね、考えられますので、必ずね、エンジンがかかっている時にはですね、このチップ層の周りには手を触れないということだけはね、心がけたいですね。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。今日ですね、説明した安全対策っていうのもですね、ごく一部なんですけれども、もう安全に関してはですね、上げ出したらキリがないと。そして皆さんもですね、一度ヒヤッとされたこともね、あるんじゃないですかね。そんなことでですね、皆さんでですね、声を掛け合いながら、安全に草刈りをね、楽しんでいきたいですね。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。